ーのはい JO1 今日はなんと僕の持ち込み企画らしいです。らしいとか言うな、ももう一回やれ。何でしょうか。もう一回やれ。やっていく企画ははい肝試しです。はい今日行く。皆さん肝試しの経験ありますか？ありますね、何人か。そうね4人ぐらい。行きましたけど、まああの日からなんか重いんですよね。あの日重い。怖い見えてる？怖いわ。ということでみんなホラー大好きですか？大好きです。俺めっちゃ好きっすね。まあ映画では見ますけどね。ルキとかケイゴとか。映画は見ますね。見ますね。いいですね。じゃあもう怖いの大丈夫ということで。いやそういうわけじゃないんですよね。そう。そういうこと怖いけど好き、面白い。ただ翔くんに至っては僕が勧めたホラー映画2ヶ月ぐらい見てないんですからね。それ結構言ってましたよね。で一人で見れなくて最年少の豆を誘ってやっと見て。いやなんか時間が出せ。時間がその筋肉は飾りか。それぞれ時間な見えてる。あ、仲間にしてた。まあホラーとか好きとかありますけど、幽霊信じますか？信じてますよ。それは信じますよ。信じるとかじゃなくているもん。いると。いると思ってますか？絶対いないですね。いないと思って。絶対いない。絶対いない絶対いない。絶対いないです。なんでそう思うんですか？ディベート？会ったことないからです。ないんすね、まだ。いるって信じた方が人生楽しいやん。そうなの？そうなの？そうじゃん。怖いやん。いや別世界があるって信じた方が楽しい。あ、なるほどね。一緒に。まあその幽霊がいるかいないか今日分かるということで。早速暑い夏にヒヤッとする肝試しやっていきましょう。ああいいですね。わかんないこんな。肝試し前に怖い雰囲気作りが必要なので怪談話をしていきたいと思います。実際にご体験した怖い話とかある人いますか？あります。本当ですか？じゃあ翔くん一発目お願いできますか？いいですか？そうお話をしていただきたくですね。こっちにここ向けばいいんですか？はい。よいしょ。うわ、ぽいわ、雰囲気出てるわ。それでは始めさせていただきたいと思います。お願いします。これはですね、実際に僕が体験した話です。はい。中学校の時だったかな。中学校の頃って楽しみな行事なんですか皆さん？修学旅行。あ、その通り。で僕たちのクラスある古い旅館に行ったんですよ。ものすごくやっぱもうテンションも上がっちゃって、もう夜なんてねみんな寝ないわけですよやっぱり。その時にある友達がせっかくだし旅館の中でかくれんぼしよう。で僕も部屋の隅に隠れてて、ちょうど僕の後ろがまあそのなんていうの2階建てでその窓があって、でそのカーテンが閉まってて、で鬼をこう待ってたら外から「早く見つけてよ」みたいな声が聞こえて、うわ誰かこいつベランダに行きやがったと思って、で俺もそこにいてもし俺が見つかったらちょっとそいつ見つかるかもしれないからトイレ行ったりとかお風呂場にちょっと移動しながら行ってて、で最後僕見つかっちゃって、うわ見つかったわと思って、で結局全員見つかったってなって、あ外のやつも見つかったのかと思って、でかくれんぼが終わって、でもうみんな疲れちゃって、じゃあもう寝るかってなった時に、で僕もうとうとしてて、そしたら窓の底からずっとうわなんだと思って、でもめちゃくちゃ眠かったからちょっとこう寝ぼけながら窓の外見るんだけどカーテンが閉まってるか分かんないの。なんだろうと思ってこう確認しに行ったらちょっと雨が降ってて、あなんだ雨かと思って、さあなんかもうちょっと怖いじゃん、なんだよと思って後ろ振り返ろうとしたら「早く見つけてよ早く見つけてよ!」って声だけ聞こえて、バッて後ろ見たら誰もいなくて、外見たの。そしたらベランダがないんだ。人が隠れれるスペースなんて全くなくて、で恐る恐るパッて見たら血だらけのお札が1枚貼ってあったお話でございました。いやすごいですね。一発目からめちゃめちゃ怖い。ぶっ込みますね。っていう作り話でした。ああ作り話かい。何それ？でもすごいですね。信じるか信じないかはあなた次第。信じたい信じたい。信じたい。信じたい信じたい。さあということで
2人目ある方、これ無理ちゃう。挙手お願いしますこんな感じで来てて。いきましょう。いやほんまそうしょうもないでほんまに。でもまあしょうもないのから始めるじゃん。じゃあ行きやすいやろ。ありがとう。確かに。そうやな。まあほんまめっちゃ短いけどね。ただめっちゃ雰囲気あるけどね、あなた。いやいいよねいいよねめちゃめちゃいい。プロの顔やん。顔から入るタイプ。いやでもほんまに実体験でございます。僕たち一緒に住んでるじゃないですか。まあそこであった話なんですけども、夜帰ってきたちょうど帰ってきた時にいつも現れるんですよね。絶対物音がするんですよ。ガサガサガサって俺らのゴミ袋かなんかにガサガサってやってる人影とかが見えるんですよ。俺はもうちょっと怖くて見れない。いやもうさすがにちょっとやめてって言いに行きたい。どっかに行ってくださいって、もう俺は大声で言おうと思って、すいませんもうどっか行ってくださいって言ったんですよ。そしたら「あ圭吾君?」なぜかあっちは僕のこと知ってて、名前まで。俺ちょっと僕暗くて見えなかったんでパッと見たら「ルキの母です」「ルキの母です」「どうもこんにちは」ちょっとやめてくださいもう本当に怖いんでっていう実体験でございます。それは怖いな。怖いんですよほんまにやめてください。人の親の親をありがとうございました。ありがとうございました。 3人目。じゃあ俺行こうか。あ、もううわ入るで。歯なちょうど歯がないよ。蜂が取り上げたという。さあ、まあこれ僕が聞いた話です。僕はちょっと体験してないんですけど、僕の高校の同級生に T 君っていう男の子がいます。で T 君はいわゆる見える子らしく、まあ、T 君が言うには電車にめっちゃおるらしい。電車に結構おるらしくて、T 君がいつも乗ってた電車にも男性か女性かわからんぐらいぐちゃぐちゃのやつが動いてたりとかいっぱいおるらしいの。でも俺電車通学好きなんだよねって T 君が言ってたの。なんでと思って、気持ち悪いやんと思って、なんでって聞いたの。そしたらいつも同じ時間の同じ電車で同じ車両にすごい綺麗なお姉さんがいると、半分好きになってたみたいで、ずっと見ちゃってたらパッて目があってこう会釈したらしいの。そしたらこう向こうも会釈返してくれて、でなんかそっからこう会っては会釈会っては会釈、まあ喋るわけじゃないんだけど会釈する仲みたいなになったらしいの。で今日もお姉さんおるかなと思ってこう電車待ってパーって扉が開いたら、もう顔が原型とどめてない男の人が開いた扉の反対の開かない扉のところにいたらしいの。で急すぎてうわっって言っちゃったらしいの。うわミスったと思って反応したことを気づいて、お化けもずっと自分の後ろにいたらしいの。うわキモいなと思ってめっちゃ気になるわと思ったけど、やっぱお姉さんいるからお姉さん見ようと思ってお姉さんのこうやって見てたの。そしたらお姉さんの奥にクラスメートがいたらしいの。でそのクラスメートが「おっ!」みたいな、もうクラスメートのとこ行こうと思ってわーって行ったの。でお姉さんの横をこうやって通るときにお姉さんがパッて自分のこと見て自分に気づいたらしいの。でも友達も見てたし、なんか恥ずかしくなっていつもこうやって会釈するけど無視してシュッてお姉さんの横通っちゃったらしいの、恥ずかしくてね。そしたら後ろからなんか悲しそうな声で「なんで気づいたの?」って言われたらしくて、そのお姉さんは T 君がお化けは無視することずっと見てて知ってた。で自分には会釈してくれてるからお化けって気づかれてないと思ってたんだけど、一回無視されちゃったからお化けって気づかれちゃったと思ってお姉さんの声を聞いたのはそれが最初で最後でした。すごいっすね。なんで今言っちゃったの。素晴らしいですね。ありがとうございます。センチメンタル。
すごいなんかめっちゃうわーって感じじゃないですね。なんか悲しいちょっとなんかまあ虚しさもありみたいな。お化けと共に生きるという話でしたね。あちょっとこの流れでいきます。全員行くんです別にそんな無理していかんでもいいけど、まあ行くんかいいけるんかい顔これやばかったら本当にカットしてください。どんな話するそんなにやばい話な。いやこれ僕最近の話なんです。最近怖いですね最近。まあ、みんなで帰るじゃないですか。カチャッと家に帰って、まあ、誰もいないわけですよ。で、まあ、まず服脱いで洗濯回してお風呂入って上がって、まあ、リラックスするんですよ。僕ベッドの上でゆっくりする時間すごい長くて、こうもうポーっとしてたんですよ。したら僕ベッドの左側に入れ物を入れるとこがあるんですけど、そこガタってなったんですよ。であれと思って開けたら別に何もなくて、あれなんでだろうなってでまだするんですよ。でわさびかなって思ったんですよ。わさびがそういたずらしてんのかなって。でも社長の家に預けていたんですよその時。だからわさびいないわと思って、じゃあ何のと思ってすごいうろうろしたんですよ部屋の中。そしたら洗濯機でした。おお素晴らしい。いいですね。洗濯機あったたまにあるけど本気でビビりました一瞬。たまにある今の流れだったら今何でもいける。作ったいけ何でもいけるぞ何でもいけ。まあちょっとリアルな話ならあるよ。はいこれやってみようか。行きましょうか。あ結構ガチなやつかな。シオの次俺行くわ。もし時間がある。いやこれはですね、まあ10年ぐらい前ですね。10年前、はい僕の話じゃないです。ちなみにあそうなんだ。僕の母親の話になります。で僕の母親見えるんですよね。結構はいまあもう道とかで走ってたら今女の人いたとか言ってきたりとかするぐらい結構見て、家の中でもいたよみたいな聞こえてくるんですよ。笑ってるんですか？笑うなよ。笑ってるんですか？ある日まあ僕めっちゃちっちゃかったんで、10年以上だからもっとめっちゃ前ですよ。幼稚園とかぐらいで、まあ昼3時2時とかに僕が帰ってくる時間があるんですよね。幼稚園のバスから。帰ってくる時にいつ迎えに来てくれるんですよ母親は。その時まあすごい母親も疲れてたんで寝てしまったんですよね。まあその近辺というかその近い日というんですか、僕のおばあちゃん母の方のおばあちゃんが亡くなったんですよね。まあそれもあったし、まあお仕事もして、まあ、疲れて寝ちゃって、母親がその寝てた時に時間やでってなんか聞こえたんですって。まあ夢かなみたいな。まあなんとなくパッて起きたらほんまにギリギリ2分前とか僕が到着する2分前ぐらいで、まあ、それで「やばい」って言ったんですけど、で最終的にそれ誰かなって考えたらお母さんやったっていう。はい、ありがとうございましそのスピリチュアル的た。はいちょっとリアルな感じのリアルやな。続いてお願いします。お来た。ほんまに怖い話しそうやな。同じこれはほんまに俺が実体験の話で、うわ怖いですね。まあ僕はまあさっきもみんな話した通り、まあ霊を信じてるか信じてないかで言うと、まあ信じてるには近くて、まあその一つの理由でもある話なんですけど、当時僕が小学校5年生の時かな、5年生4年生の時で、まあでその当時にちょうど今の時期かな、運動会があって、俺の中ではそれがすごい特大イベントで、走るのが得意やったからそういうリレーとかを任されてた。クラスの子とかに「スカイ絶対アンカーやで」みたいな。で俺1位やってずっと。でその時期に僕弟がいてて、その弟と毎日一緒にお風呂入ってて、でその理由が、まあ、弟が怖いから。幼少期のお風呂ってちょっと怖いやんか。俺も怖かったんやけど「いや大丈夫大丈夫」とか言って弟と一緒に入ってて、でもビビりな弟を俺は「うわっ!」とか言って脅かしたりとかして、まあそういうおふざけみたいなことを何回かしてる中で、弟は俺が先に上がったら俺に脅かされるから、弟は俺よりも先に上がったろうと。で先に上がって、でその日なんかちょっと怖いっていう感じの雰囲気がして、なんか怖いなみたいな。で普通に上がって部屋がシーンとしてて、でうちってそのリビングもう玄関入ってすぐリビングがあって、お姉ちゃんお母さん俺と弟の部屋があって3つしかなくて、
パッて覗いてなんか弟の声聞こえへんな、あこれ隠れてると思ってお姉ちゃんの部屋行ってお姉ちゃんに「弟見た?」みたいな「見てないで」みたいな「お母さんとか言って弟おる?」みたいな「おらんで」みたいな「部屋ちゃん」みたいな「おらんな」と思ってって思った時にすごい人の気配がして、で俺んちそのさっき言った通り玄関入ってすぐがリビングやから、まあのれんみたいなしてあってすぐ見えないように玄関から中がでちょうどのれんが膝丈ぐらい、みんなの足の膝丈ぐらいで隠れるスペースあるっちゃある。その奥にしゃがんで部屋に行くふりしてこうやってゆっくり覗いて、そしたら青白い足だけがスーって一本だけ立ってて、今でも覚えてる。左足やって、それがでも弟やと思ったから、うわあそこに弟おるわと思ってパーって行こうとしたら、横から「お前何してんねん!」って言われて、パッて見たら弟やって「えみたいな。パッて見たら足なかった。で俺その2日後に左足怪我しました。で1週間後の運動会で俺が初めて2位になったっていう。おお素晴らしい、素晴らしい。怪我しても2位ってすごいね。そこ最下位とかなんで行くん。はい、ということで皆さんどの話が一番怖かったでしょうか。いやガチなやつあったからな。なんとか後ろ振り返ろうとしたら「早く見つけてよ!」パッと見たら「ルキの母です」悲しそうな声で「なんで気づいたの?」って。そしたら洗濯機でした。母親がその寝てた時に「時間やで」って。青白い足だけがスーって1本だけ立ってて。じゃあ豆に決めてもらおう。そうですね、豆ちゃん決めてもらいましょ俺はまあ個人的に翔くんのが怖かったですね。怖いね、確かにあたすい。ガチなやつやな。この音がね体験型でしたね。体験型ホラーでした。じゃあ僕でいいですか。う。全然全然、まあみんな怖かったけど、まあ翔くんがちょっと上やったっていう。みんな怖かったけど、俺は翔也怖かったけどね。あれ結局洗濯機回したら誰っていう話やな。あそっち僕なんですけどそれを忘れてたっていうことが一番怖い。それ一番怖いです。はい、まあということで、雰囲気作りもねできたところで、本題の肝試しをやっていこうと思います。こっからですから。こっからが本題ですね。はい、今回奇数9人なんで一人で必然的に一人が。そうなんですよ。これさ、多数決で決めない？俺でルキ君いいと思う。いいリアクションするからよ。でも今回はちょっとあんまり取れ高気にせずガチでいこうかなと思ってるんで、あんま思んないかもしれないです。ちょっと待って。ガチや。今結構ビビリみたいになってるんで、はいかっこいい。どっちかなっていうのは今日分かると思う。うわかっけえ。じゃあもう一人で。じゃあ行こうか。9時でね、まあ一旦9時。一応9時があるので。ガチでその2人で行った方が絶対いいもんね。そりゃそうよ。余裕でしょ2人で行ったら。1人では絶対行きたくない。ほんまにつくとか嫌やで俺。翔也一人なりそうやな。なんか翔也一人やな。ならんて。翔也一人いやです。翔也一人で行ってほしいな。やだよ。なんで僕なんですか。やめてよ。ここで一人になる人はもう誘われてるってことだと思う。そうやな。紙オープンしていきましょう。せーの。僕からも俺一人じゃないですよ多分これ。せーの、3番。3番。 4番。あ、4番。僕1番。1番。翔くん嬉しい。4番がない。 2番。2番です。いや安心ですね。ってことは、でももうちょっと怖かった。俺自分で誘われてるよって。ここで一人になる人はもう誘われてるってことだと思う。すごいなそれ。もう誘ってる。でもどうなん？ビビらんやろ。いや怖いのは怖いけど、もう俺に来た瞬間こいつマジで2度地獄に落とした。あかんよ、手出したら。手出したらあかんよ。じゃあということでペアも決まったんで1番を引きました豆ちゃんと翔くんペアからあ、もう一発目。いきましょう。企画として僕が持ち込んだとなってるんですけど、本当に公開します。ふざけん方がいいって。大丈夫やで。俺に任せて。ちょっとやばいやばい。ちょっと待って、あかんあかん。あ、ルック。いや怖かった。あ、もう見えてきてるってもう。なんかあるってもおい、前を照らせ。前誰か。おい。